世界的に人気が高まり続けている日本の漫画。フランスでは特にその勢いが顕著に現れており、地元紙では漫画があらゆるレベルで爆発的に売れているという見出しで、その件に関する記事を配信しています。今年2900万冊近くを売り上げ、ますます多様化している漫画は、フランスでこれほど成功したことはありません。30年前に入荷して以来、初めてコミックス市場の売り上げの半分以上を日本のコミックスが占めるようになりました。漫画の提供方法はますます多様化し、読者の思考も数年前より洗練され、メディアへの露出も増えていることから、フランスでは新たな黄金期を迎えています。これは販売数が物語っているのです。海外の調査機関によると、2021年1月から7月の間に、フランスでは2510万冊の漫画が販売され、約1億8600万ユーロの売上高がありました。8月も成長は続き、2890万冊が販売されたのです。2020年全体の販売数は2200万冊強で、毎月数百万枚単位で増刷していて、どこで止まるか予想がつかないそうです。2020年、書店の相次ぐ閉店に直面しても、売れ行きを鈍らせることなく、通常の出版料金やオンライン注文に慣れている読者は、特に気にしていないようでした。新型コロナウイルスの影響で3ヶ月間休業した書店でも、昨年の漫画部門はほぼ倍増し、加速度的に売り上げが上昇したのです。出版社や書店の記憶では、この20年間、これほどダイナミックな環境はなかったそうですが、このような売上高倍増のパターンは、2000年代前半にすでに経験していたのです。遊戯王1999年、ワンピース2000年、ナルト2002年、ヒカルの碁2002年、ブリーチ2003年など、非常に優れた作品が大量に出てきて、突然爆発的に普及しました。ところが、進撃の巨人、約束のネバーランド、呪術廻戦、僕のヒーローアカデミア、あるいは、悪魔くん、チェーンソーマンといった新しい少年漫画の登場により、現在の状況は2000年代初めのそれとは比較にならないのです。漫画業界は非常に長い間、好調に推移していて、6年連続で2桁成長を続けています。10年前、20年前は必ずしもそうではありませんでしたが、今はほとんどの読者が人生で一度は漫画を読んだことがあるのです。読者層の成熟と安定が漫画黄金時代の鍵の一つですが、コアターゲットが若いままだとしても、漫画を読む世代がいなくなったわけではありません。子供の頃から漫画を読んできた40代の人々が現れ、自分の子供が漫画に熱中していることを理解したいと思う親もいるのです。そして、若い読者におけるソーシャルネットワーク、Twitter、Instagram、TikTok の重要性は見逃せません。彼らは今や書店と同じくらいの拡散力があり、漫画専門のインフルエンサーやコンテンツ制作者が彼らが読まなかったようなシリーズを全世代の読者に紹介しているのです。この黄金時代はまだまだ終わりそうにありません。実際にその人気ぶりを体感している人が多いようで、漫画の爆発的な販売数の伸びに特別な驚きはないようでしたが、この記事には多数のコメントが寄せられています。その一部をご紹介しますので、ご覧ください。数年前は漫画ってそんな評価が高くなかったのに、今ではエリート扱いだもんな。これはファッションみたいなものだよ。10年前は
漫画の存在は知られていなかった。しかし、今ではポップカルチャーとしてフランス社会に定着した。そして、誰もが日本に夢中になってる。まあ、フランスは世界第2位の漫画大国だからね。でも、昔から人気だったのに、なんで最近になって、ようやく漫画が販売数の半分を占めるようになったんだろう。フランスやベルギーのコミック、例えば、タンタンの冒険シリーズとかは、子供たちには必ず買い与えられるものだから、とにかく売れるんだよ。もはや、周りで漫画を読んでないのは私だけ。君はよく頑張った。もう抗うな。今こそ漫画に手を伸ばすんだ。正しい軌道に乗るのに遅すぎるということはない。だって、ワンピースなんて超面白いもん。漫画は大衆的で親しみやすいことを目的としたアート。特定のジャンルを好むことに何の問題があるの？ハリウッド映画の入場者数とフランス映画の入場者数を誰も比較しないでしょ。今でも漫画の王様はドラゴンボールだよな。なんでみんな漫画はちゃんと買うのにアニメは無料で見ようとする人が一定数いるんだろ。漫画は値段が高いのにそれでも売れちゃうからな。漫画ってみんな読んでるもの。ドラゴンボールやナルト以外の作品もフランス社会で一般化してるって言える感じ。最近はコミック業界全体が伸びてるんだよな。漫画は廉価本や文庫本とか一般の人が喜ぶフォーマットが揃ってる。いずれにしても漫画はフランスコミックを妨害するどころか下支えして保管してると言っても過言じゃない。別に悪いことじゃないだろ。読書をする子供たちが増えてるんだから。カルチャーパスでみんな漫画を買ったし、今年はその影響も大きいのかな。それなりの冊数が上乗せされただろうけど、全体の数分の1程度だと思うよ。漫画人気はこういう宣伝記事のおかげなのでは。それでも一定の世代より上の人たちは漫画はサブカルだと言うだろうね。60年代、ロックも同じことが言われてたんだ。だけど時間の経過とともにその認識は変わった。漫画もメディアの一つとして受け入れられたけど、いずれは高級な文化とみなされるようになるはず。すでに私の時代にはみんな漫画を読んでアニメを見てたし、漫画の人気は最近の傾向というわけではないよ。すでにフランスで漫画は現代文化の一つになってるから、親世代が自分が子供の頃に好きだった漫画を子供に買い与えるっていう時代になってるしね。ちなみにうちがまさにそれ。もうフランスのコミックが日本に勝つのは無理だよ。全体の販売数は2019年に比べて8月の時点で1000万冊も多い。今年は最終的には4500万冊も夢じゃないな。ちなみに日本では単行本の売り上げが2020年に過去最高を記録していて、2021年もそれを超える見込み。次はフランス人が購買力を見せる番だ。漫画を読書や文化と認めない人もいるかもしれない。そういう人たちにはとりあえず読んでみてと言いたい。20年前は漫画を読んでればからかわれた。そういう状況がなくなっただけでまずは十分だ。これが時代の流れだし、俺は素晴らしいことだと思うよ。最後まで見ていただき、本当にありがとうございます。漫画は日本の宝だと思う人は高評価ボタンを押してください。また、今回の話題について思っていることがあれば気軽にコメントしてください。面白い話題をまた探してお伝えしますので、
チャンネル登録も忘れないでくださいね。